半開放型でノイキャン付き、それが安く登場したら、ぜひ欲しい、という人は結構いるはず。今回は、そんな需要に応えつつ、マルチポイント、通話性能、そしてハイレゾ対応と、欲張りセットな性能を備えた、エディフィアー版、ノイキャンハーフインイヤーの決定版のような機種が登場したので、レビューしていこう。今回紹介するのは、エディフィアー W320TN。過去にもこの形状のイヤホンは、エディフィアーから登場していたんだけど、今回は、その超大型アップデート版となる。というか、人間の耳の形を考えて作られている、このタイプのイヤホンは、自然とどれも同じ形になりがちなので、外見的斬新さは発生しにくい、という事情もあるな。むしろ外見的に斬新ってことは、大体の場合、装着に難があるってこと。半開放型は自然な、耳に緩く押し込まれるような装着感が魅力なので、以前成功した形状をそのまま継承した W320TN の選択は間違いないってことだ。ハーフインイヤーは、基本的にちょっと走るくらいでは落ちないくらい安定するけど、例えば、一人で食事するときに、店内の音を消すために使う。とか、顎が大きく動くようなシーンでは、若干不安定な印象。特にエディフィアーのものは、全体が丸みを帯びているため、僕の場合、顎を大きく動かすシーンで使うと、ちょっと耳の外に押し出されるような印象があった。また、ハーフインイヤーは、結構密閉感もあるので、密閉型イヤホンの合間に、耳の空気を入れ替えつつ使いたい、という用途には向いていない点も注意しよう。逆に言うと、限定的ではあるけど、耳栓的な効果が狙えるので、完全開放だと周囲の音がうるさいな。というシーンでは、案外活躍したりするぞ。さてさて、そんな半開放型タイプの W320TN、重要な追加機能は、マルチポイントに対応していること、ハイレゾ再生ができること、そして、アダプティブアクティブノイズキャンセル機能だ。ノイキャン機の定番機能である、アンビエントサウンドモードも備えているぞ。まず、これらの目玉機能について、アダプティブアクティブノイズキャンセル、聞き慣れない、アダプティブ、という単語がついてるんだけど、これ、AI などの判定によって、勝手に周囲の環境に合わせてノイズキャンセル機能の強さを調整してくれる機能だ。個人的な印象では、静かな場所をもっと静かにする、という用途より、騒音が多い場所で、必要な情報を拾うためのノイキャン、という印象だった。公共交通機関の駅なんかで使うと、アナウンスを逃さない感じ。逆に、飲食店で隣の団体客の声をシャットアウトするような用途には不向きな印象だ。南西中住まいなので、公共の場に出ていくことが少ないんだけど、自宅で集中するために使う。といった用途には向かない。移動中の電車の中とか向きだ。ちなみに、その場合、周囲の話し声は強調されるので、人の声が聞きたくない、という人には不向きな印象。本来の用途である、創造し場所を緩和する、という用途に適した ANC だったぞ。続いて、W320TN の目玉機能である、LDAC 対応。そして、マルチポイント対応。実は、これは選択式になっていて、最初は LDAC で接続できず、マルチポイント。つまり、2台同時待ち受けが可能な状態になっている。この項目は、アプリをインストールして、設定を変更することで、LDAC 接続が可能になるぞ。ただ、W320TN は、もともと駆動時間が長い方ではないので、より高負荷な LDAC で使うと、よりバッテリー連続動作時間が落ちる可能性がある。ちなみに、動作時間は ANC ありで 3.5 時間、ケース込みで14時間、オフなら単体 5.5 時間にケースが22時間だ。とはいえ、最近の TWS は、急速充電機能に対応しているものが多く、日常的な使用では、バッテリーに関する不満はまず生じないはず。本モデルも、10分の充電で1時間の動作を実現しているぞ。LDAC で接続するには、一度アプリで設定しないといけない点は注意が必要だ。また、本機は初期設定だと、非常に低音域側が強いセッティングになっている。この状態で聞くと、ちょっとブーミー、と感じる人もいるかも。アプリでもちろんイコライザが用意されている。これをポップモードにするだけで、一気に汎用性のあるバランスになるので、本機は必ずアプリと合わせて使用することをお勧めするぞ。ちなみに、一般的なカスタマイズ要素として、イコライザ、ANC 周りの設定のほか、ゲームモードや装着検出機能のオンオフ、うるさくて困りがちなイヤホンの機能アナウンスの音量調整、さらに、アンビエントサウンドモードの音量調整などなど、本当に他社に比べて細やかなカスタマイズが可能になっている。一方で、イコライザ機能は規定の4種類のプリセットから選択するスタイルだったり、ANC は AI 判定のため、全くユーザーが調整できない。ここら辺は細かい部分と調整できない部分が結構分かれている印象だった。いずれにせよ、自分好みのカスタマイズのために、必ずスマホアプリとの連携は必要なので、覚えておこう。
さて、エディフィアーはこの手の Bluetooth オーディオの開発者としても老舗で、経験が溜まってるブランドから買う理由は、動作の安定性に加え、意外に見落とされがちなんだけど、通話品質もある。W320TN はしっかりと片側3つのマイクでノイズを抑制するため、優秀な通話品質が得られるはずだ。テストとして、Windows に接続した状態で録音した音声を流してみよう。おはようございます。こんにちは。こんばんは。レビューふぐみかんのふぐみかんです。エディファイアの W320TN を使って録音しました。おはようございます。こんにちは。こんばんは。レビューふぐみかんのふぐみかんです。いつものマイクを使って録音しました。ちょっと音声が小さめだったのは許してくれ。取って出しだ。で、W320TN だけど、音量もしっかり取れていて、ノイキャンも効いているけど、自然に聞こえたのがわかるだろうか。この手の Bluetooth 通話としては非常に高いレベルと言っていい、実用的な通話向けヘッドセットでもある、ということだ。というわけで、自分の望むカスタマイズには、アプリを使って細かく調整が必要だけど、逆に言うと、調整すれば自分好みの仕様にできる、おまけに ANC 付きの半開放型としてはお得な1万円クラス、と、魅力的な機能が揃った W320TN。音質や取り回しについてはどうなんだろうか？基本的に、W320TN は以前のエディフィアーのこのタイプのイヤホンの形状を継承している、とは最初に話したよな。ただし、1点だけ、従来とは異なる外装部分がある。それは、機能を操作するためのスイッチ。一般的なこのタイプのイヤホンは、レシーバー後方に感知範囲があって、耳の近くに手が触れたり、汗などでのご検知で、結構勝手に曲が止まってしまってストレスになりがちだった。今回の W320TN では、スイッチは側面に移動していて、しかも、感圧センサーと連動していて、単純に水気などでは反応しないようになっている。ここら辺の操作系の変化はちょっと戸惑うかもしれないけど、実際使ってみると、かなり安定感がある操作周りなので、すぐ慣れるだろう。そのままトントン叩いても反応しないので、しっかりとレシーバーを指でつまんで、押し込むように操作するのがコツだ。外観についてはこんな感じ。ケースは背面にスイッチがついているタイプで、イヤホンを新しくペアリングさせるときは、このスイッチを長押しだ。そのままケースから出せばペアリングが始まるわけではないので、ちょっと細かい点だけど注意しとこう。と、外観のちょっと面白い仕様もあった。それじゃあ、肝心の音質だ。W320TN は、この手のイヤホンの特徴である、大型のダイナミックドライバーを採用している。ドライバーサイズは 13mm で、低音側の量感を特に力強く表現できるサイズだ。実際、開封時のセッティングだと、かなり低音域が強い。ただ、単純に強化したブーミーな印象、というものではなくて、しっかりと圧力が感じられ、低音の輪郭も崩れないものになっている。ここら辺の塩梅は重要だよな。高音は鋭い感じはないけれど、アプリでサウンドエフェクトをクラシック以外のものにすると、しっかりと高音側が浮き立つ。ついでに、暴れまくりの低音も程よくなるので、やっぱりアプリのインストールは必須だ。初期状態のクラシックサウンドエフェクトでは、ちょっと密閉感が強くて、不自然なんだけど、他のモードに変更すると、空間もある程度感じられるようになる。程よく広く、程よく空間に壁を感じる仕様だ。録音室みたいな印象かな？一時期は半開放型は個性的なサウンドで、音質的完成度はほどほどで納得する、装着感優先のタイプ、という認識があったんだけど、台形ダイナミックドライバの恩恵を十分に活かしている W320TN は、音質でも十分に選択肢に上がってくる機種に上がってくると思う。ボーカルの分離感も、初期イコライザー以外にするとハキハキ明瞭だし、低音が支配的になりがちなジャンルのイヤホンなんだけど、初期のサウンドエフェクトから変更すると、しっかりと低音が引き締まって聞き取りやすくなる。エディフィアーは、初期のイコライザとして、しっとりとした音を採用しがちで、ちょっとばかりサウンドエフェクトでモードを変えるだけで、かなり印象が変わることが多い。非常に人気になったネオバッツプロも、初期設定のサウンドだと、かなりしっとりしていて、ハイブリッド感がなかったりするんだよな。というわけで、W320TN、マルチポイントを探している人によし、調整できる TWS を探している人によし、半開放型の ANC 付き機種を探している人によし、LDAC に対応したモデルが欲しい人によし、あるいは、それらを複合的に求めている人によしだ。アダプティブアクティブノイズキャンセルは、特に騒音が大きなシチュエーションに限定される ANC 機能だけど、それでもついているという安心感はかなり大きい。こっそりついてるゲームモードなど、しっかり欲しい機能が入ってる印象だな。何度も言うけど、このイヤホンのポテンシャルは、アプリを導入することで 100% 発揮される。絶対にアプリと連携して使うことをお勧めするぞ。大きなアップデートが入った、半開放型、検討してみてはいかがかな？
といったところで今回はここまで、実は朝3時に起きちゃって、7時まで書いてた、